でそういったものに対しても、対応ができなくなっている強制の状態が、60歳以降になると出てくるよと。だから今回のそのコロナウイルスで亡くなっている人たちもですね、65歳以上がほとんどなんですね。今までこの胸腺をコントロールするということができなかった。じゃあいいですかね。皆さんもちょっとお疲れになってきたんじゃないかなと思いますけれども、ここで僕1時間ほど話をさせていただきます。で、あれ進まないよ。これタップする。いつもですね、セミナーで新しい医療モデルという話をしまして、中心に解毒があってエネルギー、水、そして今日幹細胞の話を、先生方に少し詳しくですね、ご紹介することができたことを本当に嬉しく思ってます。で、今年、この新型ウイルスのことがなければですね、今年の最初に先生方と一緒にツアーでですね、ヨーロピアンウェルネスの研修を受けることができたんじゃないかなと思うんですけども、今こういうデジタル時代でですね、海外にいながらもセミナーが受けられるというのは非常に素晴らしいことだと思います。で、これ前回の5月のウェビナーはですね、ちょうど新型コロナウイルスの問題で真っ最中だったと思うんですけども、そこで僕はですね、最終的に我々はじゃあその新型のウイルスに対してどうしていけばいいのかということの結論としてシンバイオシス、共生するしかないんだよというお話をしたと思います。それはなぜかといえばですね、今、日本の政府であったりとかですね、いろんな、製薬会社が一生懸命ワクチンを作ってます。でワクチンを、我々は待つのか、それともですね、自然に我々が免疫を獲得するのかと。結局最終的に我々は、コロナと共生するためにはですね、ワクチンを使うのか、それとも自然に免疫を獲得するのか、最終的な目的としてはですね、免疫を獲得するという全く同じことに、違う方法でいくわけなんですけれども、今回、そういったそのコロナの問題もあってですね、免疫っていうものに対してですね、この MF 社の製品がですね、非常に効率よく働いてくれるということを、確認僕はしましたので、それをちょっと今日中心的にお伝えしていきたいと思います。で、外出禁止令とかですね、非常事態宣言が出ているときに、このMF のヨーロピアンウイルスの先生方からもらったですね、幹細胞を用いたウイルス感染予防のためと、これは先生方にもみんなにお配りしたと思うんです。で、実際ですね、僕は、これを全部自分で試してみました。でもちろんコロナになるとかならないとかいう話ではなくてですね、実際使ってみて、どういう変化があるかということを自分でも確認したかったので、最初はですね、そのコロナウイルスの感染予防という目的で自分でも使ってみたんです。そしたらですね、この免疫改善治療 GCMAF、STF、スプリーン、3種類使ったらですね、実は、そのコロナウイルス、ひょうたんからコマといいますか、コロナウイルスのもちろん予防はできていると思うんですけども、僕のですね、長年患ってた肘のね、感染がね、突然良くなったんですよ。で、あとですね、胃腸の状態が非常に良くなった。特にですね、便の状態が良くなったんです。これ僕毎日ビールたくさん飲みますので、比較的その便の状態が柔らかいのが日常的だったんですけれども、この免疫の治療を始めたらですね、非常にその形と固形のですね、硬さの良い便が出るようになった。あと、僕右目にもですね、慢性の交差炎があって、ちょっとストレスかかるとすぐ充血したりなんかしてたんですけども、その交差炎がですね、全く出なくなった。目の炎症が出なくなった。あと、食べ物のアレルギーもですね、昔から
僕が自分の免疫状態が非常に悪かった時に、非常にたくさんのフードアレルギーがあって、その後いろんなことをやって改善したんですけれども、それがですね、たまにですね、何食べて何にアレルギーがあるのか自分でもちょっと分かんないんですけども、アレルギーが出る時があったんですが、それが全く出なくなった。あとですね、非常に睡眠の質が良くなったんですね。よく眠れるようになった。昔は、僕寝てもですね、大体4、5時間ぐらいしか寝ないんですけれども、それがですね、かなり長時間ぐっすり眠れるようになった。あと、今みたいに少し秋口に入ったりとかですね、春になったりすると、突発的に肋間神経痛みたいな神経痛が出ることが多かったんですけども、今現在も出てないですし、そういった症状が良くなった。あともう一つですね、コロナうつ状態。僕は日常的に、必ずやっぱり週3回か2回はジムに行って運動するんです。それとやっぱり僕今外食レストランとかですね、居酒屋さんとか飲むところがたくさんいい地域に住んでますので、外食に行くのが自分の楽しみだったんですけども、それが外出禁止令によってですね、非常事態宣言によって、ジムは行けない、運動できない、外のお店に食べに行こうと言っても、もう僕が仕事終わった頃には全部閉まってるというような、自分のいわゆるストレスのはけ口だったみたいなところがですね、全部、なくなってしまってですね、本当に2ヶ月間ですね、ちょっとうつ状態、うつって言ってもですね、自殺しようとかそこまでじゃないんですけれども、やる気がなくなると言いますかですね、前向きに物事がちょっと考えられないなというような状態になったんです。でこれはですね、僕が GCMAF と STF とスプリンとタイマスっていうのをですね、4ヶ月間、だいたい2月から6月ぐらいまで使った結果なんですけれども、で今日先生方もですね、話を聞いて、ドミトロ先生の話を聞いてですね、でいろんな製品が出てきたと思うんです。でここにありますのが FCTI っていって一番上位にある生きた幹細胞ですね。で、僕も製品の種類が多いのとですね、あとはそのグレードがいくつかあるのでですね、どれをどういうふうに使ったらいいか最初分かんないなという状態であったんですけれども、これはドクターマイク先生が使ってる、スライドをちょっとお借りしたんですけど、治療法の有効性というところで、一番6つ星で上位に来ているのはこの生きた幹細胞なんですね。で実際我々が今日本で使える何の登録とかいわゆる再生医療法に関するような施設の届け出とかなく使えるのはこの MO というミトーヌバレラというのとですね、あとナノオルガノペプチドと、この2種類なんです。で僕はね、先生方に最初におすすめするラインはこのナノオルガノペプチドを使っていただいたらいいと思うんです。で今日ね、質問で僕は出るかなと思ったんですけれども、僕が一番ですね、ここの製品を使うにあたって一番心配したというか考えたことはですね、人間の体っていうのはいわゆる異種動物のタンパク質やペプチドが入ってきたら必ず抗体を作るんじゃないかなと思ったんですよ。で一度抗体ができてしまうと、そのペプチド自体の効果っていうのもなくなりますし、有効性っていうのがどうなのかなというふうに考えたんですけれども、このナノペプチドですとですね、これは我々の体の中にですね、注射で打ったとしてもですね、非常に小さいペプチドなんです。アミノ酸なんですね。2つか3つぐらいの、サイズとしてはですね、ドクターマイクは2、3ナノメーターというふうに言ってましたけども、それぐらいサイズが小さいペプチドだと我々の、免疫の細胞は認識することができません。だから、これから先生方をお使いになるにあたってですね、そういう心配がもしおありになる先生がいたら、このナノシリーズをまず使われるのがいいと思います。これも比較的に値段も安くてですね、使いやすい。あと先ほど説明で、ドミトロ先生も話してましたけれども、これは経口で飲んでも効果があります。舌下投与ですね。であと皮膚に塗っても効果がある。それはなぜかといったらペプチドのサイズが小さいからなんです。でも注射で使えるものを経口で飲むでなんかちょっともったいないなって気が皆さんするかもしれないんですけれども、考えてみるとですね、じゃあ例えばこのナノオルガノペプチドをですね、注射で打つと我々の体の中に 100% 入れることができます。じゃあこれを経口で飲んだらどれぐらい我々の体の中に、体循環、血液循環の中に入ってくれるのって言ったらですね、おそらく9割から 90% から 95% 入ると思います。それはなぜかといったら、このペプチドというのはですね、腸管からの吸収が非常にいいんです。逆に分子の小さいね、単分子のアミノ酸よりも吸収がいいんです。でもちろん舌下からも入ります。
でこのミトオルガネラとナノオルガノペプチドっていうのはそのペプチドのサイズが違うというのとですね、MO の方は、少し、ペプチドの分子が大きいのと、あと種類も多いと思います。だからちょっと上位になりますけれども、まず先生方がご自身で、打ったりで飲んだりとかですね、するのにお使いになって、100% これは僕は保証しますけども、このナノオルガノペプチドであれば、必ず絶対にアレルギー症状を起こしません。で、これ見ていただくとですね、今日本でその自家、間葉系細胞の移植、幹細胞を使った治療、再体血とかですね、やってる先生いると思うんですけども、このマイク先生がつけてる評価では4ですね。全く遜色なく、効果があります。で、なおかつ、このナノオルガノペプチドはですね、すべての臓器に対応したものが、製品があります。そう考えると、間葉系の幹細胞を使っている先生たちっていうのはですね、幹細胞っていうのは、その、例えば皮膚であったり筋肉であったりですね、なってくれる可能性はありますけれども、確実ではないんですね。と考えると、同じ効果で、使うのであればですね、確実にその臓器から抽出したナノペプチドを使った方が確実に効果は出るということになると思います。で、またこういう詳しいことはですね、我々がどんな質問をしてもですね、彼らは非常に、真摯に対応してくれていますので、またご質問があればですね、事務局の方にもいただけたらなと思います。で、あと僕がですね、最初に、ここの製品をですね、自分で使うにあたって、考えたのが、ペプチドってなんだって。ペプチドって最近ですね、よく、特保、特別保険食品とかって、指定されたものの中にですね、血圧を降下させる作用があるよとかですね、あとは免疫を調整するとかですね、あとは食事の後に一緒に飲むとですね、コレステロールを低下させてくれるよと。それはですね、いろんな食品中ですとかお茶とかそういったものに含まれているペプチドなんです。で、ペプチドっていうのはですね、タンパク質よりももうちょっと、分子の小さい、このアミノ酸がですね、2個以上つながった2個から20個程度のものをペプチドと言います。で、MF の製品はですね、無菌的 STF であったりですね、VAF っていうんですけれども、無菌的なウサギや羊などの臓器から抽出した、要はですね、こういう我々の体にですね、薬理的といいますか、何らかの変化を、起こす、もちろんそのプラスの変化なんですけれども、変化を起こす細胞シグナル伝達物質がペプチドなんですね。で、僕も最初にあそこの製品を見てですね、無色透明な液体の中にこれ何が入ってるんだろうというふうに考えたんですけども、じゃあ我々が今ですね、身の回りにあるペプチド、グルタチオン、皆さん先生方みんな使ってると思うんですけども、グルタチオンであったり GABA、これもペプチドです。で、こういう我々の体にですね、何らかの、薬理的な作用を及ぼすアミノ酸の形態をペプチドと言います。あとですね、内科の先生なんかはインスリン、ご存知ですよね、血糖値降下させるペプチドですけれども、あとは骨を作るカルシトニンであったり、抗菌ペプチドといいますけどシクロスポリン、免疫抑制作用もありますけれども、そういった意味ではこのペプチドから作られている医薬品というのは今ですね、100種類ぐらい、あります。販売されています。というところで、これは僕が疑問に思ったところを先生方にもですね、もう一度、知っていただきたくて入れたんですけども、で、これはですね、今、2001年に人間の人の遺伝子のアミノ酸の塩基がですね、全て解読されました。で、その時はですね、遺伝子配列を全部、人間の遺伝子が全部分かればですね、そうしたらいろんな病気の原因であったり、いろんな治療法が分かるだろうというかなりの期待をしてたんですが、実際人間の遺伝子、高度された、タンパク質を作る、領域ですけども、高度された領域の、遺伝子の種類がですね、たったの25,000種類しかなかったんです。で、25,000種類っていうのは、他のですね、真菌とかカビとか、そういったものが50,000種類ぐらいあったりしますので、かなり少なかったんですよ。で、じゃあその25,000種類の遺伝子が、我々の体にあるですね、少なくとも50万種類から200万種類の、タンパク質ですね。先ほど言ったペプチドであったり、アミノ酸であったり、タンパク質を、作り出しているということをですね、今度この遺伝子を調べてみたらですね、
結局そこの遺伝子の配列は分かったけど、それがどういうふうに我々の体の中でですね機能しているのか、どういうタンパク質の形態が作られているかということが分からなかったのですね、今度新しくプロテオミクスといってですね、我々の体の中にあるタンパク質の形をですね全部調べようという流れになってきてるんですね。でそう考えると、今僕たちがですねこういうアミノ酸ペプチドを使ってですね治療を行っていくということはですね、これから医療とか科学がですねどちらの方向に向かっているかということに関しては非常に正しい、同じ方向に向かっていってるんですね。で、彼らの製品、ナノペプチドとかもそうなんですけども、これは各臓器から抽出したペプチドですよね。でじゃあどんなペプチドなのって言ったら名前はついてないですよね。例えばグルタチオンとかインスリンとか名前はついてないですけども、そこの臓器から直接的に抽出してきたペプチドと、それも薬理的な効果があるというペプチドだということで、こういう方向性を見るとですね、我々が今このペプチドを使って、治療を行っていくということは決して間違った方向ではないということですね。で今回免疫の話をちょっとさせていただこうと思ってですね、自分ももう一回その免疫についてですね勉強をコロナウイルスという問題も免疫という問題に関わってますし、もう一度勉強し直したんですね。で今回使ったその免疫を、我々の免疫をコントロールするためのものの中でですね、一番中心的な働きをしているのが STF という、T 細胞をコントロールするペプチドなんです。で、その T 細胞、T セルの T はタイマスの T なんですけれども、タイマスっていうのは胸腺の T なんですけれども、全てですね我々の免疫細胞というのはですね、まず造血管細胞といって骨髄で作られます。でそこから今度胸腺に移動してきてですね、胸腺で分化成熟します。ということはですね、免疫応答の中核である T 細胞っていうのは、胸腺がしっかりと働いてないとですね、きちっとした T 細胞は作れないということなんです。でそうするとですね、今まで僕もこの MF の製品を使うまでは正直胸腺の存在はもちろん知ってますけれども、胸腺をどうこうするとかですね、治すとかいうことが今まで自分の頭の中になかったので、全くノーマークだったんですよ。でノーマークだったんです。それは何でかって言ったら、胸腺をコントロールすることはできないというようなイメージがあったからなんです。でじゃあもう一回その胸腺というものをですね、胸腺のペプチドを使うわけですから、胸腺というものをもう一回調べてみようと言って調べてみるとですね、この胸腺に関しては先生方にですね2つ重要なお知らせをしなきゃいけません。一つは悪い話、一つは良い話なんです。でこの胸腺というのはですね、新生児の時からどんどん思春期まで大きくなってですね、それが今度加齢とともに退縮してですね、最後脂肪組織に置き換わるというふうに書いてありますが、大体10代の思春期の頃に最大をピークを迎えてですね、大体40代になると10分の1になります、サイズがですね。で悲しいことにですね、もう60歳を過ぎるとですね、ほぼ脂肪の塊としてほとんど機能してないという臓器になってしまうんです。これは我々の体の中で、例えば心臓であったり肝臓であったり腎臓であったり、ここまでですね、60年でもうその役目を終えるというような臓器っていうのはなかなかないわけなんですよ。この胸腺だけなんですね。でさらにですね、この胸腺っていうのは、先ほど言った我々の免疫の中心的な働きをしている T 細胞を分化成熟してくれる、要は学校ですよね。我々のその免疫の細胞たちっていうのは、要は、今回のウイルスの話もそうですけれども、異物が侵入したりとかですね、我々の体でがん細胞が発生したり、そういったものを見つけ出してですね、排除してくれるという役割を持ってますよね。でもその機能を身につけるのは全て胸腺で行われているわけなんです。全てじゃないんですけども、最近皮膚とか肝臓とかにも見つかってきてるんですけども、そういう機能が見つかってきてるんですけども、胸腺で行う。じゃあ考えてみるとですね、もう60歳を過ぎたらですね、今新型コロナウイルスなんか出てきてますけれども、新型のウイルスが出てきたらですね、もうそれを排除することができないということなんですよ。っていうのは胸腺が働いてないですからね、教育することができないわけです、T 細胞。でさらによく考えてみるとですね、がんの発生、がん細胞っていうのももともとは自分の体の細胞だったものなんですけれども、増殖したり、
がんが進行すればですね、我々の生命を脅かすものですから、それは免疫の細胞が排除してくれないと困るわけですね。でそういったものに対しても、対応ができなくなっている胸腺の状態が、60歳以降になると出てくるよと。だから今回のそのコロナウイルスで亡くなっている人たちもですね、65歳以上がほとんどなんですね。大半を占めてるんですね。これじゃあどこに問題があるか。その年齢的に免疫が機能が弱ってるって、じゃあ具体的に免疫機能が弱ってどこが弱ってるのって言ったら胸腺なわけなんですよ。でじゃあがんという病気もですね、60歳を境にですねぐーんと増えてきますよね。じゃあ原因は何だ。全て胸腺なわけなんですよ。でこれが今先生方にお伝えしなきゃいけない悪いお知らせなんですけども、逆に良い知らせの方をお話ししますとですね、今までこの胸腺をコントロールするということができなかったのがですね、この MF の製品を使うとコントロールすることが可能です。でこれはね僕も調べたんです。で免疫に関してのその研究者っていうのは日本で非常に有名な先生方がたくさんいましてですね、そういう先生が、ラットに年取ったラットにですね、生まれたばかりの子どもの胸腺を移植すると、そうすると胸腺の退縮が起きないと。で逆にですね、ほとんどの哺乳類は加齢とともに胸腺っていうのは、だんだん退縮していってしまうんですけれども、退縮しないラットっていうのがいるんですね。で、胸腺が萎縮しないラット、じゃあ逆に胸腺っていうのは萎縮しないと自己免疫疾患が多発しちゃうんじゃないかっていうふうに考える先生もいるかもしれないんですけども、それは全くなかったんですね。で逆にその胸腺でですね分化成熟する T 細胞たちっていうのはですね、非常にいい機能を持った T 細胞たちが、持続的に分化成熟されて、末梢に送られているということが分かったんです。で今の話をまとめるとですね、一つ悪い話っていうのはですね、胸腺っていうのはもう加齢とともにですねどんどん萎縮していってしまう。そして新しい微生物であったりとかですね、がん細胞といったものに対応できない状態になってしまう。で一ついい話としては、逆にここの MF の製品を使うとですね、この退縮していく一方だった胸腺を回復することができるということです。ちょっと希望の光が見えましたよね。でじゃあ胸腺が萎縮する、胸腺っていうのはですね、我々の、先ほど書いたように、この心臓の上のところにある、臓器なんですけれども、昔はですね、ホルモンを作っている臓器というふうに考えてられてたんですけども、今はリンパ節、リンパ球がそこにいっぱい溜まってますんで、リンパ節のようなリンパ腺というふうに考えられていますが、その、ここに萎縮した、正常な胸腺と萎縮した胸腺というのは、これが、要はですね、萎縮して、体積が小さくなると、それだけ、T 細胞の質と量ですね、そういったものが落ちてくるということが分かっています。じゃあなるべくだったら胸腺萎縮してほしくないですよね。僕もそろそろじゃないですけども60歳を迎えつつありますんで、できたら自分の胸腺萎縮しないでほしいと今聞いてると誰でも考えますよね。でじゃあですね、その胸腺の萎縮に関連する因子は何か、今言いましたけども加齢変化で水銀、これは僕は水銀に関しては後ほどちょっとお話をするんですけども、あとは精神的ストレスによっても胸腺が萎縮するんです。でこれはですねラットで実験されていることなんですけども、胸腺の萎縮、これは狭い金網に閉じ込められたラットですね。でこのお隣のところはですね、これは溺れさせて死の恐怖を味わわせるというラットですね。でこの隣の絵はですね、これ何かと言いますと、これは電気ショックを与えていじめられているラットを見るという、でそれによってこの見てるラットにストレスを与えるという実験なんです。でそうするとこういうふうに、ラットの胸腺が萎縮しちゃうわけなんですね。でこれを僕見てて思ったのはですね、この金網に閉じ込められたりですね、死の恐怖を味わったりですね、あとはテレビとかインターネットとか見てるとですね、呼吸困難でね、どんどんコロナに感染している人たちが運ばれてる、要はコロナにいじめられてるという人たちを見たらですね、この状況っていうのはですね、我々は本当にその胸腺が萎縮してってる状態ができてしまったということなんですよね。で僕はその外出禁止令とか非常事態宣言にやってることがまさにこれだったわけなんですよ。
ね、外出しないで狭い部屋に閉じ込められてですね、で、死の恐怖を味わいながらですね、私コロナに感染したらどうしようとかですね、でテレビちょっとつけたらですね、こう運ばれてってねコロナで死にかけてる人たちいっぱい見る。で僕はね、自分の患者さんたちにそのコロナの時も僕も普通に診療してたんですね。で、先生全然心配じゃないのって聞かれてですね、で患者さんに、先生私どうしたらいいのって、僕はこういうことも分かってましたので、いいですか、絶対テレビを見ないでくださいと。でね、インターネットでも見るなというふうに言ったんです。それは何でかって言ったらですね、人間っていうのは、こういう自分がこれから起きるかもしれないという不安っていうのがですね、非常にストレスなわけなんですよ。だから本当は我々がそのコロナっていう問題に対してですね、政府がやるべき対応っていうのはこの逆のことをやらなきゃいけなかったわけですよね。みんなスポーツジムに行って運動しなさい、どんどん運動しなさいね、で大丈夫です、コロナで死ぬことはありませんね、報道する。でこういうテレビとかでですね、今日は何人死にました、今日は何人感染しましたということをやってたことは、全く我々の免疫っていう問題に関しては逆効果だったわけなんですよ。という話なんですけども、あとですね、僕は非常に注意した方がいいのはこのステロイドですね。もちろんその放射線を当てると胸腺が萎縮するってことは、これは医科の先生だったら皆さんはご存知だと思いますし、あとは我々が持ってる携帯電話とか電磁波ですよね、そういったものも影響を与えるだろう。あとはステロイドです。でステロイドっていうのはですね、炎症を抑える方向に働きますけども、要は我々の体の免疫を抑制して、でどのように免疫を抑制するかというと、胸腺を萎縮させます。でステロイドをですね投与すると2日後に胸腺の萎縮が起きるということは分かっています。で次に水銀の話なんですけども、これは今我々 QSS ジャパンチームですね、水銀をメインにデトックスするということをみんなでやってますので、これはですね皆さんに絶対知っておいておきたいことなんですけども、これは有機水銀であれ無機水銀であれ、全て胸腺の萎縮させるという方向で働きます。であと一番気をつけなきゃいけないのは、これは歯科のスタッフですね。ドクターもそうですし、歯科衛生士もそうですし、僕はその自分のアマルガムのセミナーでもですね必ず言ってます。で危険なのはね、ドクターよりも実はアシスタントなんですね。で水銀のガスを浴びてるのは、水銀のガスっていうのはですね、例えば口の中でアマルガムを削ると、ドクターの方向ではなくてアシスタントの方向に飛んでいくんですよ、患者さんとですね。だから非常に危険なわけなんです。でこの研究ではですね、歯科スタッフの水銀の体内負荷が増えると、ホルモンレベル、これは胸腺で作られているサイムリンという、T 細胞を分化成熟させるために必要なホルモンなんですけども、これが非常に低下しちゃうよという、胸腺機能に対する負の影響がありますよという、論文です。あともう一つですね、これは非常にかわいそうな話ですけども、本当に胸が痛いんですけども、虐待で亡くなった、この間目黒で起きたですね5歳の女の子が虐待によって死亡したと。でそうするとですね、虐待で死亡したのかどうなのかということを調べるとですね、その子の司法解剖をするとですね、胸腺がこの年代の子にしてはですね5分の1に萎縮してたと。で死因はですね敗血症といって、全身に菌微生物が回っている状態で、亡くなっていたということなんですね。で虐待っていう問題も先ほどのその精神的なストレスの話をしましたが、胸腺っていうのはいわゆる我々の体の中でですね、そういうメンタルな影響を受ける、要は感覚器なんですね。でそのどういった自分がそのメンタルなストレスを受けるかによって萎縮したりとかですね、するという、我々の精神状態を反映する臓器でもあるということです。あといつもこれはですね僕が使っているものなんですけども、グルタチオン自体がですね我々の体の中で枯渇するとですね、この TH1 と TH2 というもののバランスが崩れていきます。でこれはラットでの実験なんですけれども、徹底的にですねエタノールをラットに注入してですね、ラットの、グルタチオンをですね枯渇させていくとですね、このインターフェロンガンマ、TH1 の方に、発現するサイトカインですけども、これが減少しちゃうよ。で逆にですねこのエタノールを与えているものは IL4 といってですね、炎症を起こすような方向を増加させるよと
そして慢性感染症にかかりやすくなるというようなことは、これはドクターシェードもいつも言っていることです。で、グルタチオンが枯渇していくとですね、どんどんこういう TH1、TH2 シフトというものが起きますよということですね。で、これはですね、じゃあ我々はその自分の免疫の機能をですね、正常に保つためにはこの TH1 と TH2 のバランスが取れている状態を作っていかなきゃいけない。で、TH1 優勢に関連する疾患とありますよね。関節リウマチであったり多発性硬化症、汗腺。僕の場合は汗腺がありましたから、この、TH1 が優勢な状態ですよね。で、この TH2 優勢に関連する疾患というのはですね、がんであったり、慢性の感染症であったりとかですね、あとは、先日ですね、残念ながら現職の総理大臣がですね、この潰瘍性大腸炎という病気で、辞職する形になりましたけれども、辞職する前に僕に相談に来てくれればですね、もしかしたら辞職しないで済んだのかなというふうに今は思ってるんですけれども、ここでこの TH1、TH2 のバランスを整えるための製品というのがこの STF という製品なんです。で、これはね、ナノペプタイドの方なんですけれども、無菌的なウサギの白血球から抽出したペプチドなんですね。で、これは TH1、TH2 のバランスを制御してくれる。どちらかが優勢に傾いている病気の人たちの TH1、TH2 のバランスを整えてくれる。あとは NK 細胞。これ胸腺でも、関係しているんですけれども、NK 細胞が活性化するよと。で、これはですね、どういった研究に基づいたことかといいますと、この1949年ですね、この人がこういった白血球から抽出した物質がですね、ドナーからレシピエントに伝達する、要はもちろんいい情報を伝達してくれるということなんですけども、それでさらにですね、1975年にはですね、この、サラマン先生っていうのは、牛のペプチドを使ったのかな、胸腺の、白血球ですね。白血球を使って、それが人間に使うこともできると。要は、異種動物、同種じゃなくてもですね、異種動物のそういう、抽出した白血球も効果があるよということが、歴史的な背景としてあります。で、あと我々がですね、もちろん、こういうその胸腺をサポートする免疫細胞をサポートしてくれる製品というのをたくさん持ってますけれども、何よりもですね、僕はデトックスが一番肝心だと思っています。それは先ほどその水銀という問題によって、胸腺が萎縮するというのを皆さん見て、ご理解いただけると思うんですけれども、あとですね、僕が非常にこの面白いなと思ったのはね、メラトニンなんですよ。で、サプリメントでいろいろその胸腺の萎縮を防ぐ、逆にですね、肥大させる方向に働いてくれるサプリメントないかなって探してたら、それがね、メラトニンなんです。これはメラトニンというのは下垂体で、分泌されるホルモンなんですけれども、このメラトニンが分泌されることによって胸腺の萎縮が、体縮がですね、防げるというような報告がありますので、これもやっぱりですね、胸腺っていうのは、要は子供の時成長する時にですね、どんどん成長していくんですけれども、グロースホルモンっていってですね、成長因子の影響も受けてるわけなんです。で、あとですね、先ほどのヨーロピアンウェルネスのですね、セミナーでもたびたび出てきましたけれども、ラーシャ。で、ここまで聞いてくるとですね、今聞いてる先生たちは、私の胸腺大丈夫かしらと。なんとかその自分の胸腺を若返らせる方法ないかしらというふうにお考えになると思うんですけども、今日本にもですね、ラーシャを使っていただいているドクターが今10名弱ぐらいですかね、僕も含めているんですけれども、そのドクターたちにはですね、僕がこのラーシャというのはですね、自分で周波数をオリジナルで作ることができます。で、僕がですね、この胸腺を若返らせる周波数っていうのをラーシャドクターには無料でプレゼントさせていただきますので、次回のラーシャミーティングの時には教えます。これはね、本当にじゃあ先生若返るのっていうと、僕ね、こういうの検査する機会を持ってるんですよ。で、それで検査しましたので、メタトロンじゃないですよ。メタトロンじゃないんですけども、そういう検査する機会を持ってまして、そしたらですね、僕の作った周波数すごかったんですよ。で、今度ね、差し上げますんで、楽しみにしておいてください。で、このラーシャっていう機械はですね、
このニコラ・テスラのテスラコイルというものと、あとレイモンド・ライフ先生が使ってたプラズマガス管、プラズマガスに、電気を通すとですね、一定の、エネルギー場が出るんですけれども、これが融合した、次世代型エネルギーデバイスというものですね。でじゃあ今日のテーマであるその幹細胞に対してこういうラーシャを使った治療っていうのは効果があるか、これは論文なんですけれども、幹細胞といってもですね、全てがですね、例えば心臓の幹細胞であっても全てが心臓の細胞になってくれるわけじゃないんです。これは研究室のいわゆる試験管の中でもそうなんですけれども、それがですね、非常に低い周波数の磁場で幹細胞を刺激してあげるとですね、幹細胞の分化を、どんどん心臓の細胞になってくれるよと。だから今回その MF の製品をですね、導入するにあたってもぜひこのラーシャも併用すると僕は非常に効率が良くなっていくかなと。もちろん僕もですね、自分も治療の時に、かなりこのラーシャをもちろん日常的に使ってますので、それによってもですね、その免疫治療の効果が出たのかなと今は思っております。で今日の話はですね、僕もスライドを作る時にですね、ざっと作ったんですね。で60枚ぐらい作ったんですけども、普通に話すとですね、だいたい90分から120分かかったんです。で今回60分しか僕の持ち時間がないので、ザクザクもういっぱい削ったんですね。で削ったんですけれども、だから中心的な話だけしかちょっとお話ができないんですけれども、あとはちょっと症例を通してですね、お話をしていきたいと思います。で僕はね、歯科として一応僕も先生方からすると、先生本当に歯医者やってんのとか言われる時あるんですけども、僕も歯医者やってまして、これは抜歯即時埋入、この第二小臼歯が歯根発節を起こしてきましたので、ここでですね、ここの製品の MO ミトールガルナジンジバーというジンジャイバーと言いまして、歯肉を再生する、ペプチドを使って、実験というかね、症例を作りました。でこういうふうに抜歯してですね、すぐにインプラントを埋入しています。これが MF の商品ですね。これどういうふうに使うかというとですね、2.5 ミリぐらい入ってますので、この術前に1ミリずつぐらい周囲に打って、でその後術後にまた1ミリずつぐらい打って使うというふうに僕は使ってます。でそうすると、僕はね、インプラントをする時とか外科手術をする時は必ずビタミン C の点滴をやるんですが、このケースはちょっとこの効果を見たかったのでやってないんですが、ビタミン C の点滴と全く遜色ないか、さらにいいぐらいの治癒を見せてくれます。それとですね、あと素晴らしいのがですね、炎症がね非常に抑えられる、歯肉のですね。それとあと狭側のね、歯槽骨がかなり、ね、失ってましたので、そういうところに入れるとですね、この歯肉のラインがガバッと下がってしまうんですけれども、その歯肉の退縮が起きなかったという、その患者さんにとっての術後の不快感であったり、そういったものもコントロールすることができましたし、炎症のコントロールもできましたし、治癒の促進という目的も得られたかなと。で次にはですね、もっとちょっとシビアなですね、今度前歯の部分ですね。で前歯の部分に先ほどのように歯の根っこの破切を起こしてですね、狭側の骨がなくなるとかなり歯茎が下がっちゃうんですね。で心理的に非常に悪くなってしまうんですけども、ここのケースではですね、僕は少しちょっとだけ歯茎の歯を引っ張り出すことによってですね、引き上げて、それから抜歯をして埋入するというちょっと一工夫を加えてますけれども、でこれ埋入したところなんですけれども、これは狩り場がついているところですね。もう全くやっぱり炎症が起きないですね、これ使うとね。でこれは術直後、翌日ですね。もう1週間になるとかなり落ち着いている状態です。でこうやって見るとですね、今まだちょっとこれプロビジョナルって言って仮の状態なんですけれども、仮の状態でも、全く歯肉のこの歯形成のラインがですね、逆にこっちの方がちょっと上ぐらいなんですけれども、こういうふうに、入れることができるよと。ですごく歯肉の安定性もいいと。で歯肉の退縮が起こらずですね、まだ3ヶ月ですけれども、心理的な安定は得られたなというところです。で次にですね、調子に乗ってどんどんですね、この歯即時埋入の、インプラントをやったんですけれども、実はですね、この方5番
5番で、左下の第二小球歯にこういうふうにインプラントを埋入したんです。で今最初に見せた2つのケースっていうのは、より、こっちの方がね非常にイージーなケースだったんですよ。骨の厚みもあって高さもあってしっかり入れられてですね、初期固定もあってで、これも絶対失敗はないだろうと思ったらですね、なんとフェイルしました。失敗しました。で、これなんで失敗したんだろうと。でここの他に入ってるインプラントはですね、これ全部僕が入れたんですけれども、全く問題なく機能したんですね。でよくよく患者さんに聞いてみたらですね、この方右手にですね、関節リウマチがありまして、このインプラントの前からメトトレキサートを服用し始めましたよという話だったんです。で僕はそれかと。でメトトレキサートってどういう薬っていうとですね、これはまず最初に抗がん剤として作られた薬なんです。でも抗がん剤として全く効果がなかったので、誰の陰謀かわからないですけれども、なぜかこの関節リウマチの第一選択薬として今使われている薬なんですね。僕はね、この関節リウマチでこのメトトレキサートを使う理由が全く分かりませんし、なおかつ最低の薬だと思います。でこれを飲んでる人たちにはもうできるだけこれを飲まない方向に持ってってあげるというのが僕の仕事だと。でじゃあメトトレキサートってどういう薬って言ったら、葉酸の代謝阻害をするということなんです。葉酸っていうのは我々の細胞が増殖分化するために絶対的に必要なものである。でそれをね阻害することによってがん細胞もちろん同じように増殖しますので、これでがん細胞が抑えられるかなと言ったらですね、副作用ばっかりですね、がんは全然増殖が抑えられなかったという結果のものなんですけども、でこの葉酸の代謝阻害をするということはですね、僕はこの MTHFR 遺伝子というのを必ず調べなきゃいけないし、これを調べて、ちゃんと出してる整形外科の先生かどうかっていうことによってですね、僕はその先生がどの程度のことが知識があるのかなっていうことが分かります。でもちろんこの患者にですね MTHFR 遺伝子の検査は行われていません。でこのメトトレキサートを服用する患者さんって、これ日本リウマチ学会が出てるんですけども、どんな副作用がありますか。血球減少症、間質性の肺炎、感染症とかですね、細菌やウイルスと戦う白血球が減少する、食事ができないほど口内のただれが出現したり、感染症がんにかかること、こんなの飲んでてちゃんとインプラントのオペができるわけないんですよっていうふうに僕はね、整形外科の先生に言ったんです。で患者さんがそのまま整形外科の先生に伝えたら、そしたら整形外科の先生が「いやこれを飲んでる人でもプレートを入れたりするね、手術をやったりするから、こんなの関係するわけない」でもうそれは間違いなく僕の腕が悪いからだと言わんばかりのね言われたんです。でも考えてみてください。口の中っていうのはね、雑菌だらけの状況なんですよ。で体の中に埋め込む状況っていうのはその無菌的な状況のところに埋め込みますので、それが同一条件であるはずが全くないと思うんですけども、でもどちらにしてもですね、僕は敗者復活しないと、敗者復活というか絶対これをねインプラント成功させなきゃいけない目的がありますので、じゃあこのメトトレキサートの服用を中止してですね、でこの患者さんも実はですね、もともとですね、うちで働いてたスタッフのお母さんなんです。でお母さんなので、いやメトトレキサートっていうのはこういう薬ですよと。今これ新型コロナウイルスが出てるっていう時にですよ、副作用が間質性の肺炎であんた死んじゃうよと。これ飲み続けたいのと言ったら、自分も飲み続けたくないという話なので、じゃあこういう今新しい治療法があって、で免疫をコントロールすることができるのでやってみませんかということで始めたんですね。で一応僕はその免疫、この人にも STF と胸腺だけでよかったのかもしれないんですけども、一応その免疫のカスケードですね、マクロファージがあって、その次に、マクロファージの自然免疫の部分で、次に STF リンパ球の獲得免疫の方ですね。であと胸腺も鍛えて、あと炎症はプラセンタによって抑えようという戦略でいったんです。で6月から、注射開始してですね、 GC マフから始めてですね、で次に8月ぐらいにですね、右手に1回炎症を起こしました。でその時にこのリジェナペップっていう消炎的に使うやつですね、それを3回3アンプル打ったんですけども、かなり効きましたね、それがね。でかなり痛みが取れたと。
でこのタブレットも実はあるんです。これは成分は何かというと牛の初乳、牛でしたよね多分ね、初乳なんですね。初乳っていうのは炎症を抑える作用があるということは先生方もご存知だと思いますので、それとインジェクションとタブレットがあるので両方使わせて、でここまで来るとですね、患者さんも、もちろん今までですね、痛みが出ると必ずステロイドを打ったりとかですね、ステロイドももちろん胸腺という問題にとっては非常に悪いということが、分かったと思うんですけども、ステロイドを打ったり、麻酔薬を打ったりということをしてたのが今全く起きなくなっていると。でやっとここまで来たらですね、インプラントのオペを10月にやろうかなというところまで来ました。で先ほどのこの方は関節リウマチですけども、TH1、TH2 バランスということで考えると、TH1 に傾いているとが優勢になっているということが分かりますよね。でこれはですね TH1、TH2 のバランスを調べる検査があります。でこれねどこで使われているかというと、主に産婦人科で使われているんです。で産婦人科で習慣性流産を起こしちゃう人はっていうのはですね TH1 が非常に優勢になってるんですよ。要は異物を排除する能力がちょっと高すぎると、着床できなくて流産繰り返しちゃう人にこれを検査するらしいんですけども、でこれは最初にですね、検査を行ってから STF 使って検査すればよかったんですけども、僕もこういう検査があることを知らなかったっていうのもありまして、ででも確認のためにいいかと、で何クールやっていくかとかいうことの目安にもなるかなと思って、ワンクール全部終わったところで調べたらですね、なんと TH2 やや優勢側に 6.4 という側に傾いてたんです。でもちろん症状も落ち着いてますし良かったかなと。でこの検査がどこまで使えるかっていうのもちょっと僕もわからないところでまだやり始めたところで、これからデータを集めてですね、これからこういうペプチド STF とかですね強線とか使っていくことの何か指標になる検査があればいいかなというふうに思って今やってます。結果的にですね患者さんにもいや大丈夫ですよと。でこの、TH1、TH2 比が 6.4 なんですけども8から12っていうのが、一応基準値というか正常値範囲みたいなんですね。で、この 15.7 と 2.5 の比が出てると思うんですけども、やや TH2 側に傾いてるかなという結果ですね。でこれは、今年の5月にごめんなさい5月に1回セミナーでお話しさせていただいたんですけども、非常に重症なアトピー性の皮膚炎って、首から背中からですね、出てる。であとこれが非常に、患者さんは気にしてたんですけども、重症のフードアレルギーです。何食べても気分が悪くなっちゃう。もう頭痛と、もう寝込んじゃうと。だから全く一切合食ができないと。外にも出れないし旅行にも行けないっていう方なんですね。で一度2018年にですね京都の小西〇〇医療内科というところで治療されたみたいなんですけども、全く治療の改善が見られなかったと。でフードアレルギーの検査の会社の人からこの木村っていうのが歯医者だけど、東京でこういうのの治療をやってるよということで紹介されてきたんですね。でこの方はですね以前アマルガムが入ってたで自分でもこれが悪いのかなと思って、近所の歯医者で安全じゃないアマルガムの除去を受けたらしいんですよ。で結果としてですね、メチル水銀も高いし無機水銀も高いと、で排泄能力も非常に低いという結果だったんですけれども、でこの方はあとですね人間ドックでですね CA の 19 という、乳がんのこれがんマーカーなんですけども、これがちょっとずっと高めだということは気にしてましたよという話でした。で、このメチル水銀と無機水銀、両方の問題があるのと、また両方の排泄が非常に悪いということも分かりますね。でこのケースだとアマルガムを安全じゃなく削ったということで、おそらくアマルガムから来てる無機水銀だろうということを言えますけれども、もしかしたらメチル水銀が酸化して無機化している状態なのかもしれないですね。この検査結果からだとちょっと分からないんですけども、でこれが、前回も話しましたけども、マンガンが非常に高値で、グルタチオンが枯渇しているとマンガンが高値に出てきます。でこれはね小西〇〇診療内科でですね受けた有機酸検査らしいんですけども、有機酸検査っていうのもこれも全く僕は当てにならない検査だと思ってるんですね。
でもうこの人の症状を聞いてると明らかにグルタチオンが枯渇してるなというのが分かりますし、検査の結果を見ても分かると思います。でもこの有機酸検査を見るとですね、このマーカーが高いと、グルタチオン欠乏が示唆されます。全然上がってないんですね。だから全くこれはもう当てにならない検査だなと。で結局それでですね、前回のウェビナーで、検査をやってですね、でブラックボックス2やってですね、ブラックボックス2に今度 IMD を加えてですね、水銀にアプローチで、それを2クールやりました。で、ある程度のそのアトピーの改善とアレルギー症状の改善がありました。音出てない。で、ここまでお話ししてですね、前回の話では6ヶ月間そのデトックス治療をやって、それで再検査しましょうというところでですね、コロナの問題が出まして、でこの方は名古屋に住んでましたので、大丈夫ですか？大丈夫です。名古屋に住んでましたので、東京はコロナウイルスが蔓延している危険なところなので行きたくないというふうに言われまして、で再検査する予定だったんですが、再検査できなかったんですね。東京に行くのが怖いと。で結局ですね、7月に、ブラックボックス2に IMD を加えたデトックスをですね、計4クールやりました。4回やりました。で通常今水銀のデトックスとなるとですね、デトックスキューブをお使いになる先生が、僕も使ってるんですけれども、この方の場合はですね、ブラックボックス2飲んでる時に非常に調子が良かったということなので、これにIMD を加えるという形でやってます。で患者さんがですね、やっぱりデトックスキューブだけだと少し疲労感が強く出たりとかですね、そういったことがあるので、その人の疲労感とかそういうことも鑑みてブラックボックス2に IMD を加えてます。これはもう別に加えても全く問題なくできますので、このようにやってます。で7月に再検査ですね。で、7月に再検査やった後にですね、これは、免疫治療を行ったんですけれども、再検査の結果がこうだったんです。で今までですね、僕は、その自己免疫疾患であったりアレルギーっていう問題があっても、こうデトックスをやって、あとは免疫が変わってくれるのをただ待つしかなかったんですね。でドクターシェードも僕もそうなんですけども、デトックスは何のためにやるかって言ったらですね、一番は免疫を改善するためにやるというのが一番の目的と、あとはいつも僕はセミナーの中で言ってるんですけども、僕の最終ゴールは免疫が改善することですよと。それはがんの患者さんでも自己免疫疾患の患者さんでもアレルギーの患者さんでも全部一緒なんです。その人の免疫機能が改善して回復してくれるっていうところがデトックスのゴールというふうに考えてたんです。でこういう結果できれいに良くなってますね。で排泄能力も改善してくれてるという結果が来てもですね、ここからやることがなかったんですよ。何もやってあげられなかった。でも今ですね、この患者さんにこういう一連のですね、免疫を改善する、治療法がありますよと、幹細胞ペプチドを使った治療法がありますよというふうに提案したらですね、私やってみたいと。でこの方はそのマクロファージはあまり関係ないなということを僕は考えまして、で STF の投与から始めたんですね。で STF を4回投与した時点でですね、4回注射した時点でですね、NO の STF なんですけども、そうしたらですね、患者さんもびっくりするぐらいその食後の頭痛とアレルギー症状が消失した。もちろんアトピーも消失したんですね。でつい一昨日かな、5回目の注射に来たんです。そうしたら患者さんがめちゃくちゃ驚いてて、先生私なんでこんな元気なんですかって聞くんですよ。で昼間にね、昼寝2時間3時間しないと1日持たなかったらしいです、その人。水銀の状態とですね、このアレルギーの状態だったらもう当たり前だと思うんですけども、それがもう昼寝もしなくて済みましたと、済んできましたと。で順調にですね回復してくる。で通常ですね、僕の今までの経験的なところからいくと、こっから1年かかるんです、普通。その状態までいくのにですね、半年から1年かかる。でものの1ヶ月でですね、回復していく。これは、その患者さんにも話した時にですね、患者さんも一日でも早くやっぱり回復したいんですよね。で家族で旅行にも行きたいし、外食にも行きたいし、でそう考えると、じゃあ水銀のデトックスはうまくいったから、じゃああと1年我慢、養生しなさいみたいなよりもですね、その人も早く改善を望んでたということで、こういう治療ができるようになったことはもう正直僕にとっては夢のような話なんですね。
でこの方もですねこの TH1、TH2 というのを調べてみました。で、彼女のそのアトピーであったり重症のアレルギーっていうのは最初に見ていただいた TH2 が優勢な、症状なんですね。でこの方も、インターネット接続が不安定ですそうするとですねこの方もやはり 9.6 と、TH1、TH2 が正常範囲内であったよということを確認しました。であとですね、ちなみにこの人の先ほどのがんマーカーなんですけれどもこの間ですねこれでね、僕もちょっと調子に乗りましてがんマーカーも下がったらいいなということで左胸にですねやっぱりちょっとしこりを感じるというふうに本人が言ってたんですね。でじゃあガンマーカーも下がったらいいなってガンマーカーも調べたらですね、ずっと先ほどの経緯見ると上がってきてたのがクッと下がってます。そんなに大きな下がりじゃないんですけども最終的に66ぐらいだったのが62とかそのぐらい下がってきてて、ちょっと患者さんもねじゃあこれガンマーカー下がるのもちょっと目標にしましょうかっていうことでこの免疫治療をやっていきたいと思います。でこれはちょっと皆さんの先生方に注意なんですけれども、僕が最近やったこれデトックスの患者さんなんです。でこちらは40代男性の多発性の硬化症でこっち側は重度の化学物質過敏症の人なんですけれども、こういうふうにですねデトックスするとほとんどがこういうふうにきれいになくなってくれるんですよ。クイックシルバーの製品使ってやるとですね。で僕は日本に送られている検査、異常がないか問題がないかどうかは全部チェックさせていただいてるんですけどもデトックスが終わるとなんか増えてる患者さんがいたりとかですねあとはあんまり下がってないというような患者さんを、検査結果を見かけたりするんですけども、デトックスがサプリメントを飲み終えてからですね2週間はね必ず空けてください。でそうしないとですね高く出てたりとか、あんまり下がってなかったりで結局この検査っていうのはですね最終的にベースラインを測るための検査ですのでベースラインを知るためですからデトックス直後というのはベースラインではありません。逆にデトックスしようと血液にたくさんその毒物が運ばれている状態ですから、必ず2週間置いてから測ってください。でこの方はですねプッシュキャッチやって、その後デトックスキューブ1回ずつやっただけです。でこの方はですねもちろんその多発性硬化症左半身にしびれが出てたんですけども、良くなってます。でこの方はですね、プッシュキャッチに、ピュア PC と IMD を加えたなんだっけキューブ 2.0 というやり方でやってます。でだからデトックスキューブだけではなくて患者さんによっていろいろ変えてですね、デトックスしてます。でこれはドクターシェードはウェビナーで行ってたですね、ことなんですけど解毒治療のプロトコル実施直後にですね再検査は必ず2週間は空けてくださいというふうにドクターシェードも言ってますのでこの辺皆さん先生ご注意ください。で今回その免疫をコントロールする制御するということは、自閉症の治療でももちろんそうですしあとは水銀のデトックスという意味でもそうですし自己免疫疾患を扱っている先生もそうですしあとはがんを扱っている先生ももちろんその免疫をコントロールするということが非常に難しいことだし今までできなかったところにですね今回この MF の製品を使っていくとですねリーチすることコントロールすることができると胸腺もコントロールすることができるということが分かってきたと。であとですね僕が非常に一緒にその免疫っていう問題に必ずキントンを加えています。で先ほどのデトックスしている患者さんにももちろんキントンを使えますし、この MF の製品とキントンっていうのも一緒に使っています。それはなぜかというとですねこれルネ先生がですね実はその海水が我々の体にとってどういう作用があるかっていうのを調べるときにルネ・カントン先生は爬虫類であったり哺乳類であったりですねそういったもの動物とかの白血球の生存日数が海水がいいのかただの生理食塩水が全部調べたんです。それ調べたらですね海水が一番良かったと。それも白血球を使ってやってたんですね。でそう考えるとこのキントンに含まれている海水というのはですねその我々の免疫を調整活性化してくれるというものになるという意味ではこの免疫をコントロールするという意味では非常にいい。でこれはインジェクション皮下に注射するのは10ミリぐらいを皮下に注射することは全然可能です。であとはこういうふうに、30cc ぐらいだと、血管直接ですねプッシュで入れることもできます。で今回ですねこの、カメラ映ってるの映ってるよね。これは見えますかね。こっち
これは今の話の中心になっている MF の、STF という製品なんですけども、こんな感じで、これどうやって使うかっていうちょっと簡単に説明するとですね、皮下もしくは筋肉内に注射しますので、これシールこうやって剥がしていただいてですね、で僕が使ってるのはこのテルモの 2.5 ミリのシリンジですね。シリンジで、これをこっちですね、取るときは、このままこういうふうにですね、針刺していてで引いていただいてもいいですし、これを全部こう剥がしてですね、でキャップこれ自体をもう外すことが可能です。こういうふうにね。で飲むときはこれもちろん外して飲んだ方がいいと思うんですけども、でこれをこのテルモのシリンジでですね、こういうふうに引いたらですね、このテルモのシリンジの針結構太いんですよ。で太いんで僕は、皮下に痛くないように打ちたいので、子どもの場合なんかはですね、麻酔クリーム、表面にクリーム塗ったりしますし、大人の場合でもですね、このまま打たずにこの27ゲージに変えてます。で27ゲージに変えてですね、このこちらの見ていただくと、こうちょっと皮膚つまみ上げてですね、そこにこうシュッと打ってあげるとほとんど痛みなくですね、打つことができます。でこういうふうに使えます。で後ほどこれは自分で打ちますんで。でちなみにですね、僕が自分で打つ時どういうふうに打ってるかっていうと、この臀部に打ちます。で座った状態でつまんで打ちます。自分に腕にちょっと打てないのでね、皮下に打つことできませんので、こういうふうに使ってます。で今回ですね、こういう免疫をコントロールできる製品を我々武器を手に入れたわけですね。でその免疫っていうことを調べていくとですね、調べるにあたってですね、この多田富夫先生っていう、T レグっていって T 細胞の制御性の T 細胞を見つけた、非常にその免疫学の研究者、有名な研究者なんですけれども、その先生の本をですね非常に読んでですね啓蒙を受けました。でそうするとですね、我々の免疫細胞というのは我々の意思と全く関係なくですね、自分と自分以外というものを認識して働いているわけなんです。でこれはじゃあ我々の意思と全く関係ないかどうかっていうとですね、先ほどその精神的なストレスを受けた子供がですね、胸腺が萎縮してしまったりとか、胸腺というですね、感覚器はですね、外からのいろんなストレスに対して反応して、そして自分の例えば潜在意識であったりとかですね、感情、そういったものも僕は反映しているんじゃないかなというふうに考えるようになったんですね。でこの胸腺をね見るとですね、僕はその胸腺をこれから愛の臓器というふうに呼ぼうと思ってるんですけども、こちらの胸腺のね形とこの心臓の形、これどっちがハート型に見えます？でこれはですね、今までそのハートっていうと我々はどうしても今まで心臓をイメージしてたと思うんです。あとラーシャをお使いの先生たちもハートチャクラってありますよね。4番目にあるチャクラなんですけども、これは心臓を僕も臓器としてはイメージしてたんですけども、実はその心臓の上にですね、もっと我々の感情であったり愛情であったり、そういったものをダイレクトに受け取っている、感覚器である胸腺という臓器があるということを今回、この免疫の勉強をすることによってですね気づくことができました。でまたこの心という漢字なんですけども、これは、語源を見るとですね、この心臓をかたどってるというんですけども、僕はこの今胸腺の勉強をするとですね、どう見てもですねこの胸腺の方にしか見えないんですよ。でこの心という漢字の語源もですね、コルという言葉から始まってるんですね。でコルってこの肩こりとかのコルっていうことなんですけども、で僕はこういう自己免疫疾患とかがんの患者さんを扱ってるとですね、そうするとその人たちの本当に心がねコリコリに固まってるんですよ。もうガチガチに固まっちゃってるんですね。で僕はそういう、自己免疫疾患の患者さんとか、来るとですね、そういう人たちっていうのは、僕は愛についてですね哲学者じゃないので文系の人間でもないので語ることはないんですけども、僕は愛というのはですね2つあると思うんです。それは一つは自己、自分に対する愛情ですね。あとは他者の愛情。
これは先ほどのその多田富夫先生が自己と非自己というふうに、勝手に免疫細胞が働いているようで、実は我々が受け取っている愛であったりエネルギーであったりというものを胸腺が反映してですね、それに対して免疫細胞が働いていると。でそういう話をするとですね、必ず例えばがんの患者さんっていうのは TH2 のバランスが非常に優勢になっている方なんですね。でそういう人っていうのはですね、ほとんどの方が自分に対する愛情が非常に低いんです。自己愛がないんですね。で、また他に、感染症になりやすい方なんかもやっぱり自分に対する愛情、自分なんかこの世に生まれてきてもしょうがないんだと、自分なんか生きててもしょうがないんだとかですね、自分を愛せない何か理由を持って生い立ちであったりとかですね、で患者さんにこういう話をするとですね、で僕はね、起きてる、実際人間の体で起きてる症状っていうのはですね、全く我々の感情とか意志とかですね、愛情と全く無関係じゃないっていうふうにいつも思ってるんですね。でそれも、この自分に対する愛情と、他者に対する愛情というこの2種類の愛情のバランス、要は TH1、TH2 のバランスの崩れということがこの愛情のバランスの崩れとしても起きているというふうに、考えてるんです。でそういった患者さんにですね、そういう、本当に自分の自己愛が足らないんじゃないんですかというような話をするとみんな泣き出すんですよね、大体ね。でやっぱりがんの患者さんであったりそういう人たちっていうのは、非常にそういうところに問題があるということがあります。そして僕はいつもそのラーシャミーティング、ラーシャのドクターたちにですね、チャクラが大切だ、チャクラが大切だ。で僕もね、そのハートチャクラっていうのはずっと心臓に対しての、心臓の臓器に対してのチャクラだと思ったんですけども、今全く変わりました。我々がハートチャクラ、僕はそのがんの患者さんに徹底的にハートチャクラをやるんですよ。やるんですけども、それ自分でもイメージできてなかったんですけど、実はこの胸腺に対して非常に働きかけてるんだなと。で胸腺が変わることによって、自己免疫疾患であったりがんであったりそういったものの治癒が起きると。それは何かその胸腺によって教育を受けている T 細胞 TH1、TH2、T 細胞が変わるからだというふうに今はイメージするようになりました。で先ほどお伝えしたラーシャですね、ラーシャに愛の周波数というのをですね水に入れて、これは IHM さんに撮ってもらった写真です。で左側はですね、先ほど見たようなハート型、これでもこう見ると胸腺の形ですよね。もう今心臓と思わなくなりました、ハート型をね。で次にこの右側なんですけども、これは、こう結晶を写真を撮るときにですね、この結晶が2個出てくることっていうのは非常に珍しいらしいんです。で僕は僕の考えからするとですね、2つの愛、自分に対する愛情と他者に対する愛情と、愛というのは2つの形があるというのを、この結晶が表現してくれたのかなと思っております。で今回の話は今日はこれで終わりになります。でまた拡大版としてですね、今回省いてしまったところを、どっかで話ができたらなと思います。また12月ぐらいに先生方にお会いできたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。